どうも、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は MHW3 ボンバーさんのポルターフィルター用のクリーニングブラシをですね、購入しましたので紹介しようかなと思います。こちらですね。でですね、皆様にも、ちょっとお聞きしたいんですけれども、エスプレッソマシンを扱っておられる方に質問ということになりますが、エスプレッソをですね、抽出した後に、ポルターフィルターをどのように、処理をしているかというところをですね、聞いてみたいなと思います。もし、ご家庭であるとか、お店でですね、抽出されている方がいらっしゃいましたら、コメントいただければありがたいです。で、一般的というのも特にはなくてですね、いろいろだとは思いますが、おそらく多くの場合はですね、ノックボックスと呼ばれるアイテムを使って、抽出が終わったポルターフィルターをですね、打ち付けて、いわゆる、この右側の方に映しているようなコーヒーケーキを取り出すということをですね、されていると思います。で、私の自宅にはですね、ノックボックスはないんですけれども、この、後ろ側にですね、今映している撮影の後ろ側の方にですね、大きなゴミ箱があります。で、お見せできるほどのですね、綺麗なものではないんですけれども、そのゴミ箱のですね、入り口がすごく大きいですので、蓋の部分がですね、真ん中で分かれているタイプとなっております。で、そこがちょうどですね、ノックボックスでいうところのこの打ち付ける部分の役割を果たしてくれているので、特にですね、ノックボックスが必要とは感じていないです。ただ、私の環境ではですね、100% パックスクリーンを使っていますので、パックスクリーンをですね、回収して、洗って保管しておくというサイクルがあります。なので、ゴミ箱に打ち付けるときにですね、下側でタオルでですね、パックスクリーンを受け止める状態にしておきます。で、この時ですね、パックスクリーンだけが先に外れるということもあれば、コーヒーケーキと一緒に外れるということもあります。はい、あとですね、多分皆様も体験されていると思いますが、ポルターフィルターを打ち付けてコーヒーケーキを取り出すときにですね、うまく外れるときとバスケットの中にがっつりこびりついているときはないでしょうか。私の環境ではたまにですね、こびりついているときがあります。いろいろな粉量を試したり、タンピングを変えたり、パックスクリーンも時々によって変えたり、いろいろなことをしておりますし、連続抽出もしますし、時々ですね、抽出後、ポルターフィルターに、コーヒーケーキが入ったまま、放置してしばらく置いておくということもあります。で、どのような場合にコーヒーケーキがきれいに外れるかや、外れにくいかという決まったパターンというのは確実にあるわけではないんですが、ポルターフィルターのですね、バスケットの中で中途半端に乾燥させた時にきれいに外れないケースが多いような気がしています。で、そうなった時にですね、このクリーニングブラシというのが役に立つかなというふうに思っています。で、結論から言うとですね、このクリーニングブラシを使って、劇的な効果があって便利かというと、そこまでの効果はですね、現時点では、見出せていません。というのも、今までのこのクリーニングブラシを使う前というのはですね、綺麗にコーヒーケーキが取り出せなかった時というのは、タオルを使ってですね、指で引っかいて、バスケットに貼り付いているコーヒーの粉をかき出していました。やはり指だとですね、力が入りますので、簡単にですね、かき出せてはいたんですけれども、タオルがコーヒーの粉まみれになるのが嫌ということを思っておりました。で、クリーニングブラシを使ってみると、やはりですね、このブラシなのでですね、この指と比べるとですね、だいぶ柔らかくて弱いんですね。なので、書き出せなくはないんですけれども、指よりですね、効率が良いかと言われると、そうではないように思います。これもですね、バスケットの粉の中にですね、貼り付き具合によってですね、変わってくると思うんですが、がっつりついてしまっている時にはですね、指の方がいいですし、バスケットの周りにですね、粉が少しついている程度であればですね、このブラシの方が使い勝手もいいような気がしております。またですね、ブラシのテンションを使って粉をですね、出したい時にですね、ロックボックスであれ、ゴミ箱であれですね、下にありますので、粉をですね、弾き出す方向に、向きにですね、注意しないと、粉を、撒き散らしたり、自分の方にですね、粉が飛んできたり、します。どういうことかと言いますとですね、今、
私の環境でいくとゴミ箱で、パックスクリーンがうまく外れた状態になるんですが、まだやっぱり粉っていうのはついてるんですね。で、これをこう、かき出すということをするんですけれども、この時にこのブラシのこの毛の向きが、こう、ゴミ箱に対してこう、かき出したらいいんですけれども、こう、テンションによってはですね、自分の方にこう飛んでくるという時もありますので、こう、注意しながらですね、かき出しをしてあげるということが必要になってきます。はい、ということで必須ではないんですけれども、ポルターフィルターからコーヒーケーキを取り出すときに粉が残ってしまうという場合に、少量であればそれなりに使えるツールということに感じております。もしこちらのツールがですね、気になっておられる方がおられましたら、実際にですね、使ってみた意見としては、タオルとかペーパーなどでですね、拭き取るでもいいんじゃないかなというふうに思いました。あと、エスプレッソツールをですね、コレクションされている方は、そこまでですね、この所有欲が満たされるわけではないツールなんですが、所有してもいいかなとは思います。あと、これはですね、サイズと色と、素材のですね、バリエーションがあります。で、今回購入したものというのはですね、ポルターフィルターのサイズが 58mm の、ものになります。その他にもですね、51mm から 54mm に対応しているサイズもありますが、色はですね、こちらと同じブラックのみになりまして、この 58mm のものについては、このブラックのものと、あとはこの柄の部分がですね、木製のカラーのものがあります。で、私の環境の中ではですね、木製のナチュラルの木の色がちょっとあんまり合わなかったので、ブラックカラーにしてみたということになります。で、ブラックでしたらですね、普通に置いておいても問題なさそうかなというふうに思っております。このようにですね、ブラシの部分をですね、上にしておくこともできますし、素材はですね、初めて聞いた名前でとてつもなく長いカタカナ、なので、興味ある方はですね、ウェブサイトを参照いただけたらなというふうに思います。で、素人がですね、触った感じというのは、このプラスチックではなくてですね、樹脂みたいな感触だというふうに思います。一応ですね、ネットで調べてみると、この素材のことをですね、略して ABS 樹脂というふうに呼ぶようなので、こちらの方が伝わる方には、伝わるかなというふうに思います。あと、メーカー推奨かはわかりませんけれども、これ自体ですね、水洗いも平気な感じはしていますし、私はですね、最初に使用する前には食器洗剤でしっかりと洗ってみましたが、特に問題はなさそうです。はい。ではですね、ちょっと普段は、この場ではですね、やらないんですけれども、どんな感じでやってるかというイメージをですね、見てもらえたらなと思います。パックスクリーンを使っておりますので、まずパックスクリーンを回収しないといけませんので、ゴミ箱の下のところでですね、タオルで受けるものを用意して、ここでこう打ち付けていくということになります。ちょっと、この場なんですけれども、実際にやってみますね。このようにパックスクリーンだけが綺麗に外れたパターンとなります。ちょっとぶっつけなのでどうなるかわからないですが、こういった形でパックスクリーンが取れますので、こちらを拭いたり、あとはブラシで洗って、乾かすという作業になります。で、この後ですね、このポルターフィルターに残った方のコーヒーケーキが取れるか、それともこびりついてるかというところですね。ちょっともうこの場でやってしまいますね。なんかしぶといですね。ちょうどいい例になりましたね。こういった形でですね、綺麗に外れるときと外れないときで、かつこの底面がですね、ちょっと一部見えているもの。この場合であればですね、このツールというのは非常に役に立ちます。一面全部こう覆われていると、このブラシがですね、入っていく隙間がないんですけれども、このように中途半端にちょっとこう、残っている状態の時にはこのツールがすごく役に立ちます。ここでこう、ちょっと飛び散ったらあれなんですが、こういった形で、こうですね。だいぶ今日はしっかりとくっついておりますけれども、
こういった形でブラシで書き出すときにはこういったタイミングかなというふうに思います。綺麗に外れたときはそのままですね、また水洗いしていけばいいたりとかですね。あとは乾いたタオルで拭いてあげるということでいいと思うんですけども、このこびりついたときにこのブラシがですね、ツールとしては役に立つかなというふうに思います。でちょっとこの向きを誤るとすごく飛び散りますので、もし使われる方はですね、いらっしゃいましたらご注意ください。サイズはきっちりこの 58mm に合うようにはなっていますね。イメージ的にはこんな形で、一応ついていたものは取れるというものですね。こういったように使えるツールということになります。はい、いかがだったでしょうか。今回はポルターフィルター用のクリーニングブラシの紹介でした。正直必須のエスプレッソツールではないというふうに思いますが、手は汚れなくなりますので、エスプレッソ抽出後のコーヒーケーキでお悩みの方は試してみてもいいかもしれません。また、具体的なケースとしてですね、こんな風に使ったらどうなりますかとか、こんな用途で使えるかなというものがですね、ありましたらコメントいただけたらと思います。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーや焙煎に関する動画をアップしています。エスプレッソやコーヒー好きの方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。